加藤ですけども、出前講座を始めたいと思います。今日のテーマはですね、元素トリオとバクテリアコンビが織りなす合成と燃焼と共生進化の歴史ということで、バクテリアが誕生してからですの話がざっときますので、大体27億年ぐらい前から現在までのをギュッと圧縮して話をしますので、結構忙しいかもしれませんけれども、よろしくお願いします。今日のキャストですね。はですね、元素トリオということで酸素、水素、これは生物を構成している元素のビッグ3というか、バクテリアコンビ、シアノバクテリアですね、あとプロテオバクテリアという、これミトコンドリアの祖先ということです。それから植物としては藻類とシダ類で、動物としては節足類、魚類、両生類、恐竜、ホモ属ということで、この辺が主な出演者になります。プロローグとして、まず水と二酸化炭素の反応ということで、ね、光合成反応ですけども、水と二酸化炭素で太陽光を浴びて、ブドウ糖ができて酸素が出て、あと水ができますということです。でここは二酸化炭素、ブドウ糖と酸素で、光合成はブドウ糖だけではなくいろんな有機物を作りますけども、ここで代表的な例としてブドウ糖を挙げています。でここから出た酸素は動物、植物、菌類が吸収して単なる呼吸をするわけですね。この酸素は水由来の酸素です。太陽光が水を還元して水素と酸素に分ける。で水素が二酸化炭素と手を結んでブドウ糖などの有機物になります。もうちょっとやりますと、この水をですね、光エネルギーを浴びて水素と酸素に分解されて酸素が出てくる。で水素が二酸化炭素と反応して有機物を作って植物の各体にも持っているということで、これが光合成の非常に簡単な仕組みです。はい、光合成を起こすのは誰でしょうかということで、ご存知葉緑体ですね。最初の光合成物質、シアノバクテリアと言われてて、大体27年から27億年前に誕生したと言われています。でこのシアノバクテリアは光合成で酸素を海の中に排出して、海の中で吸収しきれなかった酸素が海から地上にぽつらぽつらと出ている。で地上の酸素は紫外線を浴びて化学反応を起こしてオゾンになる。でオゾンは徐々に空中に上ってやがて大体高度20キロぐらいですね、今日でオゾン層を形成するということでね。で大体オゾン層が形成したのが約4億年前だから、20億年以上経ってからオゾン層ができたという、すごい時間がかかってるんです。でオゾン層が紫外線を吸収して地上の紫外線量を減少させることによって生物が陸上に進出することが可能になっています。初期の生物にとって酸素はどんなものであったか、ズバリ毒です。現在でも活性酸素が老化を早めるというか、そういうことを話はしますよね。その毒の酸素を中和するため、それがまだのということですね。でそれはどうしてでしょうかということで、酸素は活性度が非常に高い。で初期の生物にとっては劇薬でしかなかった。でシアノバクテリアが発生させた酸素によって多くの生物が絶滅されたと言われているんです。酸素は言ってみれば地球での最初の有毒汚染物質ということが言えると思います。初期の生物、本当にこのシアノバクテリアが出るもっと前のものっていうのは酸素ではなくて窒素を使ってエネルギーを作っていたらしいです。で窒素は活性度が低くて安全なんですけども、得られるエネルギーが小さくて生物の進化速度も遅かったということになります。酸素を使いこなす生物が出現しました。それはミトコンドリアの祖先のプロテオバクテリアです。でこれが酸素を使って高エネルギーを得るようになったものですね。これはみんな私たちの細胞の中にいっぱい住んでいるミトコンドリアです。でミトコンドリアって何という、もうちょっと詳しく話しますと、葉緑体と真逆の反応をさせます。で有機物を酸素で燃焼させることによって高エネルギーを作る。簡単に言うと細胞内の地産地消の火力発電所で、副産物として熱と二酸化炭素を排出します。でその副産物の熱で生物の体温が保たれている。我々の体温は体内では37度ぐらいと言われてるんですけども、大体そういう温度がここの熱で保たれている。で運動すると体温が高くなるっていうのは、この火力発電所がフルに動き出すんで体温が高くなるわけですね。で生み出された高エネルギーより生物の活性度が高くなって進化の可能性が生じたと。で従来の約20倍のエネルギーを生産することができるようになったらしいです。でこれがそのミトコンドリアですね。で有機物と酸素を入れて燃やしてエネルギーを
で排出として水と二酸化炭素を排出するということですね。共生進化の初めて物語ということで、真原真核細胞の、初期のものですねは高いエネルギーを作り出すプロテオバクテリアと養分を作り出すシアノバクテリアに憧れた。で自分自身の体をプロテオとシアノの全に提供することを考えた。でプロテオとシアノは楽に子孫を残す、より多く残す方法を考えて居心地の良さそうな細胞を探した。で細胞たちが出会ってプロテオはミトコンドリアに、シアノは葉緑体に変身して他の細胞内で暮らすことを選択しました。でこの戦略が大成功したということで、もう人間の60億兆でしたっけ、なんか細胞の中にものすごい一つの細胞の中に筋肉とかその脳細胞の中には1000個ぐらいミトコンドリアいるらしいんで、とんでもない数なんですよね、その生物の中にいる数。こうして細胞の共生進化がスタートしました。いつぐらいかっていうと、プロテオバクテリアが入ったのに19億年かそのぐらいの前に真核生物の中に入ったと。でシアノバクテリアは誕生はここで入ったのは10億年ちょっと前ぐらいということで、シアノバクテリアの方が入ったのが遅いみたいです。だから植物の元祖ができたのはちょっと遅いのかなということですね。植物と動物の祖先へということで、ミトコンドリアのみを受け入れた細胞は動物の祖先で、葉緑素とミトコンドリアどちらも受け入れた細胞は植物の祖先になったということです。ミトコンドリアという高性能な発電所を細胞内に受け入れた細胞は、高エネルギーのおかげでやがて多細胞生物へと進化した。でその多細胞な生物が進化してカンブリア紀に約5億年前ですねなったという、エネルギーがいっぱいないと生物は進化できなかったよと。だから今日の我々もミトコンドリアのおかげで進化ができたということが言いたいです。そんな中でまずは植物がということで、僕のご先祖様が波打ち際に進出して太陽光を浴びて光合成がより活発になったで、結果地上の酸素濃度がますます酸化してきました。でやがてさまざまな種に進化している。これがシレル紀と言われているもので、そのうちに植物が岩を砕き始めたということです。やがてシダ類の森が形成された。この進化によってシダ類の森が形成されて本格的に動物が自然に入るようなベースができていきました。コアゴアトということで、浅瀬で生活していた節足動物が波打ち際に顔を出してキョロ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 しながら美味しそうな竹を見つけてもぐもぐ食べる。光を浴びてここや光合成で栄養たっぷりで予想以上の美味しさにびっくりしたんじゃないかということで定着している。でそれを横目で見ていた脊椎動物のお魚さんの比較的弱い海の中でっていうか水の中でちょっといじめられてた弱っちい魚類らしいんですけども、ゆっくりと地上へ来て、ただエラ呼吸皮膚呼吸なので水の中と地上を行ったり来たりしていきましたが、やがて両生類に進化で生態は地上生活になっていってということです。でここでもミトコンドリアを作る高エネルギーが活躍してこういう進化ができました。時代は進みます。いよいよ革新に入ってきます。時は石炭紀、大体2億4000万年から3億年前ぐらい、植物がさらに進化して今よりも二酸化炭素の濃度が走って今より二酸化炭素の濃度が桁違いに高く気温も高いために考えられないような巨大なシダが森を形成し、高くなりすぎて倒木となる。今のアマゾンの生態系に近くて土壌は貧困で根っこは相対的に死んでくる。このアマゾンなんかのでもこの栄養たっぷりの土壌っていうのはせいぜい10センチとか20センチぐらいしかない。でそれ下はもうあまり栄養の低いものだと言われているんで、それに近かったんで根っこが深く張れないんで倒れやすかったんじゃないかなというふうな予想です。であともう一つの要素として植物を分解する微生物がまだ少なかったんでまだ酸素も今よりも全然少なかった状態だったので、その倒れた倒木が分解されないで、地中深く埋もれていって、地中の圧力と温度によって石炭に変化しました。石炭紀は二酸化炭素濃度が非常に高かったよと言ったんですが、その濃度はどのくらいだか、大体1800から4200ppm ぐらいです。温度も今よりも 6.5 度から10度ちょっと高いぐらいですね。中生代
では海の中では藻が繁殖してその死骸が酸素が少なくてやっぱり分解する微生物も少ないために海底に堆積されて地殻変動なんかによって地中に閉じ込められて長い年月をかけて変化して石油になりました。さっきは石炭、今度は石油ですね。で、はい、これも同じようにこれが中世代っていうのはもうちょっと分かりやすく言うとジュラ紀や白亜紀恐竜で有名な世代ですね。でこの世代時代はやっぱり二酸化炭素濃度が高かったんですけどもちょっと低いんですね。だから1900から2600もう中世代ってすごく長いんで幅が大きいんですよ。まあ、これ温度も大体同じぐらいのかというくらいの時代です。この高濃度の二酸化炭素はどこから来たかっていうのは火山の噴火によって噴出するガスが大体 5000ppm ぐらいということで、火山の桁違いに激しい火山の活動が今よりも全然多かったのでよく昔の恐竜の絵なんか見ると恐竜さんがやってる後ろでこう火山が爆発してるっていうの結構多いじゃないですか。まあ、それで分かるようにもう火山が結構激しく噴火してたんでということですね。でその当時の酸素濃度は 10%、 今の半分程度だということで、ですね、大型恐竜が 10% の低濃度で激しい動きができたんですね。肺の効率は非常に良かった。哺乳類の肺っていうのは空気が入ってって出てくる往復運動なんですけど、恐竜や鳥のあれから対抗交流になっている方式なんで非常に効率がいいものです。でその肺の構造っていうのは常にその肺の構造は引き継がれていて、だから高い山も越えることができるし長距離の渡りが可能なんじゃないかということですね。ハンドラなことやったんですけど、こうして有機物、生物の死骸の形で多くの炭素が地中に閉じ込められました。で一方酸素はその後も増加をして植物の光合成によって大体 20% 近くになってきた。で二酸化炭素濃度はその後デコボコしながらも相対的に低下を続けていって、氷期ですね、氷期には 200ppm 切るぐらいまでともあったということで、その後ホモサピが18世紀後半にパンドラの箱を開けるまでだということで、まあこれは産業革命のことを言ってるんですけども、こんな形になりまして、いよいよ私たちの仲間登場です。大体約200年前ぐらいに最初のホモ族が登場して、多分約150万年ぐらいと言われてるんですけども、火事で焼けた動物の肉をですね、物好きが食べてみて美味しい、これみんなに勧めようということで家族に勧めるということで味を占めたやつらが火事が起きるためにこの動物の肉を拾ってくるようになる。でやがて火事が起きると伸びをもらって動物持ち帰って暖を取ったり明るいにしたり料理に使うようになってきましたということです。で火を通した肉を食べること、それからと人間いろいろ手仕事をその頃はするようになってたんで、その両方の差によって脳が大きく進化しました。そして約20何万年前に私たちのホモ・サピエンスが大体誕生したということです。ホモ・サピエンス地球人ということで約6万年前にアフリカを旅立って地球全体に広がっていく。1万5000年前ぐらいに大体採水氷期が終了して農耕が始まって最初の人口爆発が起きましたよと。日本列島では大体縄文時代の後期ぐらいで最初からほぼ穀物を作っていたんじゃないかというふうに言われています。氷期が終了して農耕が始まって狩猟採集生活との並行状態で肥料利用と合わせて他の動物との異なった生態系へと私たちは変化していったということになります。人口爆発を繰り返すホモ・サピエンスということで18世紀の農業革命が一歩起きています。容認作農法ということで作物を転換させることによって自力を回復させることによって生産性が上がってたよということです。でここで作ったクローバーとかそういうのが家畜の肥料になって家畜の生産性も上がったということで、これによって人口爆発がした。でこの人口爆発によって都市人口が急激増し産業革命の下地ができてきました。もう一つの人口爆発で言われるのがハーバー・ボッシュ。ハーバー・ボッシュが大気中の窒素を原料にしてアンモニアを合成することに成功した化学肥料の生産が可能になって20世紀の緑の革命につながっていったということです。ここでちょっと参考なのはこの化学合成には500度 C という高温が必要なんで石炭による火力が必須であったというふうに思われます。こんな感じで考える。農業革命が起きて人口が爆発が起きて都市経済がされて産業革命が起きて8系連勝してまた農業革命、こういう
ふうなことが繰り返されているのかなというイメージですね。でさっき言ったパンドラの箱、18世紀後半にワットの蒸気機関により産業革命が起きて高エネルギーを求めてパンドラの箱が開かれてで科学技術によって私たちの生活が大きく変わりましたということで、蒸気機関によって水車が必要なくなったんでどこでも工場が作れるようになったということを、その結果大気中の二酸化炭素が減少しましたということで 280ppm から 400ppm に変わりました。濃度というよりもその変化が早いというのが非常に問題かなと。昔の環境の変化っていうのは10万年、100万年、1000万年、1億年とかそういう長いスパンでやっているんで、生物はその環境に対応する時間は十分あったんですけども、最近このわずか200年ちょっとぐらいの間でこの濃度の変化というのはかなり厳しい変化だということで、今この激しい環境変化が起きている中でよく各国の人が言ってるですね、250年までに実質ゼロにしますよということで250年までに閉じようとしていると。今までの30年、60年ということで、1960年代、日本でも高度成長時代、でも世界的にもこのいろんな工業が伸びた時代は、大体年 4.5% ずつ増えている。1990年代は年 1% ということで、これは1990年代、この年代の時は増加率は低かった。ところが2000年代に入ってグローバル経済が始まるとまた増加率が増えていく。2010年には 5.9% 年間排出量が増えていると。で2018年には 2% の増加で合計370億トンで CO2 だと335億トンというふうに言われています。何が言いたいかというと、90年ぐらいに分かれて30年分かったんだけど、あまり我々は効果的な対策してないからどんどん排出量を増やし続けてますよねということで、最後ですね、これからの30年どうしましょうかということで、環境が生物を進化させ生物が環境を作る、葉緑素による合成とミトコンドリアの体内での燃焼が生物を進化させ地球環境を作ってきました。人は木などの可燃物を燃やし、水力や風力の自然力を使い経済と文明を発展させ人口を増やし続けた。18世紀後半以降は高エネルギーあらゆる化石燃料を燃やし経済を発展させた。でしかし燃やしすぎた。パンドラの箱を閉じるために何をすべきか、閉じた後の世界をどうすべきか、箱から飛び出した炭素はどうするのか、今を生きる一人一人に課せられた重い課題です。最後に一人一人が今できることを考えて一歩踏み出しましょうということで、今日の私の話は終わりたいと思います。